やっほー、皆さんこんにちは。ついこの前ズートピア2の映画を見て、私の中で少し遅めのズートピアブームが来てるので、これはスイーツにしたいなって思って、今週はズートピアのキャラクタースイーツを作ることにしました。今回はこの4つのスイーツをそれぞれズートピア仕様にアレンジしていこうと思うんだけど、とりあえず第1弾はアイスキャンディーとかビッグドーナツとか、そういうズートピアスイーツとして比較的有名なものをモチーフにして作ろうかなって思ってます。で、あとズートピアの世界って肉食とか草食とか関係なく、ハムスターから巨大なゾウまでいろんな動物が共存してるみたいな社会だから、今回作るスイーツもそういう世界観に合わせていろんなサイズのスイーツを作れたらいいなって思ってます。ただもちろんちゃんと食べれる範囲でね。ということで、まず最初はアイスキャンディー風のマカロンから作ってます。ズートピアの最初ら辺でニックが転売してた肉球の形のアイスキャンディーをアレンジして、肉球のマークをつけたマカロンに取っ手のアイス棒をつけてキャンディーアイス風にしちゃおうかなって思ってます。いいかな。なんかさ、元からデフォルメっぽいキャラクターとかだとスイーツにしやすいんだけど、ズートピアみたいにちょっとリアルめなキャラクターをスイーツにする技量は私にはまだなくて、今回はそれっぽい世界観を再現する方向で進めようと思ってます。ということで絞っていくんだけど、今日はいつもより一回り大きめのサイズで絞っていきます。見て、めっちゃいい色じゃない？なんか赤紫かな？もうこのまま焼いても絶対可愛いんだけど。さあ、こっからうまくいくかなってかさ、好みの色なんだけど、ちょっと色ミスった感あるな。しょうがないね。そしたらこの上にピンクの生地で肉球を描いていきます。どうかな、こんな感じ。なんかもうちょっとちっちゃくした方がいいな。あと下にやった方がいい。さっきより良くなった気がする。こんな感じで絞り終わりました。どう？見て、可愛くない？もう少しやっぱこの紫のところを明るめの赤に近い感じにできたらよかったかなって思うんだけど、私個人的にはこの色めっちゃ好きなんだけどね。私の経験上、こうやって生地を2段に重ねるとひび割れがね結構起きやすくなるイメージだから、ちょっとね緊張するんだけど、一旦これをねしっかり乾燥させて焼いていこうと思います。そしたら次はクッキー生地を作っていきます。まだ具体的に何のデザインにするか決めてないんだけど、なんかアイシングクッキーを作りたい気分だったので、とりあえずクッキー生地だけ作っておくことにしました。あとミニチュアサイズのスイーツを作ろうってなった時に、クッキーが一番作りやすそうだったから、それでも使おうかなって思ってます。これは冷蔵庫で2時間くらい冷やしておきます。次はね、スポンジ生地を作っていきます。危ない、薄力粉を入れそうになっちゃった。今回ビッグドーナツをミニチュアサイズと普通サイズとビッグサイズの3種類で作ろうかなって思ってて、一番大きいサイズのドーナツはショートケーキで再現しようと思って、それのスポンジをね今作ってます。見た目はでっかいドーナツなのに、食べてみたらショートケーキみたいな。ドーナツ型のケーキはもちろん作ったことないから理想通りにできるか不安だけど、いつもと違う形のケーキを作るのって結構楽しいんだよね。キャラクター編のスイーツを作る時って結構特殊な形のケーキを作りがちな気がする。
か今回ズートピアをテーマにするってなった時に人参関連のスイーツを作るのもありだなって思ったんだけど、そういえばついこの前イースターのスイーツを作った時に人参スイーツたくさん作ったなって思って今回は除外しました。今回のテーマだけじゃなくて最近のテーマとも被らないようにとか、もちろん今回作るスイーツの味とか色合いとかの全体のバランスとか、なんか本当にねいろんなことを考えて何のスイーツをどんなデザインで作るかを決めてるんだけど、そこも結構私の場合はお菓子作りで難しいポイントなんだよね。マカロンのピエが出てないっていうのと同じように今回デザインがあんまり気に入ってないみたいな失敗はよくあります。オッケー、できた。いい感じじゃないでしょうか。型に流し入れてきます。よいしょ。よいしょ。ちゃんと膨らみますように。よいしょ。はあ、めっちゃ綺麗に焼けてる。いい感じです。いい匂い。ロールケーキを取り出してきたので、次は焼きドーナツを作っていきます。めっちゃ簡単だよこれ、ほんとに。粉類を入れていく。もうこれで終わりなのすごくない？めっちゃ楽だよ。焼きドーナツが最高に楽。今日はこのシリコン型に絞っていきます。とうとうね、このスプレーオイルを買ったので、これで油を塗っていこうと思います。待って、マジで開かないんだけど。これ。楽。よーい、じゃあこの焼きドーナツは焼いてきます。あちちちち、焼けた。ちょっと焼きすぎちゃったかもしれない。見て、ちょっとだけ焼きすぎちゃったよねこれ。ショックなんですけど。よいしょと。ちょっと次は気をつけよう。オーブン変えてから初めて焼いたからさ、前のオーブンより火力が強いからちょっとね、いつも調整しなきゃいけないんだよ。忘れちゃってた。次はね、ココアの生地を作っていきます。っていうかさ、コッタのなんかショップができたらしいよね。ちょっと今度行ってこようかなって思って、ちょっと帰りに寄って帰ろうかなとか思ってるんだけど、まだ一回も行ってないっていうね。まずはこれで油を。なんか硬いな。なんでだ。焼いてきます。さっきね10分で焼きすぎだったから、ちょっと18分くらいにしとくか。うまく焼けますように。次はクッキーを傾いていきます。てかさ、本当にさ、肉かっこいいよね。私さ、このズートピアのスイーツを作るためにもう一回ズートピアを見たの。1と2どっちも見たの。大好き。肉大好き。あんなに優しいキツネいる？私も動物になってズートピアに行きたいぜ。そしたらこの丸型で固めていきます。トゥルン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 。なんか今日ゆるいな、ちょっと。こうやってさ、丸めて、この丸の口金を使って、で、穴を開けます。ブスって感じで。潰れた。ムカムカ。
取り外すと、見て見て、ドーナツじゃない？ミニドーナツを作ってみました。これいいね。これたくさん作ろう。あ、最悪。もうほい。もうドーナツじゃん、これ。本当に素晴らしい。あ、待って。ドーナツが焼けてる。そしてドーナツができた。じゃーん。ちょっと膨らみすぎか？焼き色があんまりわからないんだけど、まあ大丈夫でしょう。なんか取り出したんだけどさ、結構ボコボコしちゃってる。クリキコ測り間違えたのかな？結構固めの生地になっちゃったからさ、こうやって空洞が残っちゃったのかなって思います。もうちょっとトントンしっかりやるべきだったかな。こんな感じでクッキーの型抜きが終わりました。見て、可愛くない？このミニドーナツみたいなやつ。焼いた後にね、しっかりこの穴が塞がらないで残ってくれることを祈ってます。で、この間、人参クッキーを作った時に、ちっちゃい穴がね、塞がらなかったから、多分この穴もね、しっかり残ってくれるかなって思います。ちょっとね、なんかこう、ひびが入っちゃってるのは良くないよね。ってことで焼いてきます。よいしょ。次はこのスポンジ生地を型抜いていきます。ちょっと6号と5号で型抜きます。これが直径18センチ。結構ビッグサイズです。よいしょ。これが直径15センチか。よいしょ。ドーナツ型にしたいから、さらにくり抜くんだけど、ちゃんと真ん中になるようにしないとね。ここでいい？大丈夫？ここでくり抜いて、ドーナツ型にしますと。あ、かわいい。見て、この綺麗さ。よいしょ。わー、できた。見て。いい感じです。本当はこれもう一個欲しいんだけど、さすがにね、型抜くスペースはないので、この余った生地を切って調整しようと思います。美味しそうじゃない？ふわっふわ。めっちゃ美味しい。しっとりして。バターを使ってないからね、バターの風味はないんだけどね。めっちゃふわふわで、しっとりして美味しいです。見て。もう乾いてます。ちょっと撫でてみて、で、手につかない程度。で、あとはね、ちょっと押してみるとプニプニしてる感じで、私は乾燥終了にしてます。本当にお願い、成功してほしい。やばい。よし、急げ。よーい、そしたらナッペをしていきます。こういう感じ？なんか違くない？ドーナツってさ、中心に行くほどさ、中心が狭くなってるよね、絶対。間違えたーんご。間違えたー。ということで、ここからは余ってた生地をちぎって補強しながら、なんとかドーナツの形にしていきます。こんなはずでは。ちょっと待って、なんか全然ビッグじゃない。もうちょっと外側に出そうかな。もうさっき傾いた意味。どうしよう。ちょっとここまで波乱なんだけど、波乱すぎる。もうどうしようどうしよう。ここで引くわけには。あとはドーナツにするだけ。あとはドーナツにしていくだけなんだけど、そこが大変なのよね。
にドーナツの形になってきてる気がする。ドーナツになってない。ちょっとボコボコではあるけど後でカバーするとしてめっちゃいい感じだと思う。穴もいい感じにドーナツになってるってことで、一旦これは冷やしていきます。よいしょ。なんかひび割れてるのがあるんだけど、この肉球のやつは幸いひび割れてないけど、なんでこれだけひび割れてるんだろう。ピエの出方がそんなに今回良くないかも。こことかさ、ピエ出てないんだよね、一切。こっちは割れてはない。あ、こっちの方がなんかピエは出てるけど、なんかそんなに今回ピエの出方良くない気がするな。あ、これとか最悪だ。なんだこれ。なんでだろう。今回すごい不安定だわ。気を取り直してビッグドーナツのケーキを仕上げていきます。まずはさっき作ったケーキの土台を茶色いクリームでコーティングしていきます。見てー、めっちゃ綺麗になったくない？穴がちっちゃかったかもしれないけど、まあでもドーナツです。ということで冷やしていきます。ちょっと穴がちっちゃかったかな。今はグラサージュを作ってます。ちょっとゼラチン加える温度高かったかな。いい感じです。これは冷ましておきます。グラサージュがいい感じに固まってきたので、グラサージュやっていきます。ちょっと待って、めっちゃ早く垂れるんだけど。しっかり冷ましたんだけど、グラサージュがちょっと緩かったから、やっぱりゼラチンを加える温度が高くて弱くなっちゃったのかなって思って、なるべく下に垂らさないように薄めに塗るように気をつけました。そしたら最後仕上げにビッグドーナツの文字をチョコペンで書いていきます。なんで固まるの早くない？で文字が下手すぎるんだけど、もうしょうがない、もうしょうがないよ。文字が下手すぎる。じゃーん、ビッグドーナツケーキが完成しましたー。イエーイ。なんかチョコペン本当に私下手かも。練習しないと。ちょっとこうやってよーく見るとね、すごい汚いんだよね。ちょっと本当に練習しないとな、チョコペンは。なんか文字に関してはこの汚さが素人が描いた感があっていいかなと。なんかこのいびつ感がね、味になってるんじゃないとか言ってみるんだけど、本当に納得がいってない。この B とか下手すぎるんだけど、まあ、とりあえずね無事にできたので、すごいね味は美味しいと思うのでね、食べるのが楽しみですね。これ一応ショートケーキだからね。はーい、ということで次行きましょう。そしたら先にクッキーのドーナツをデコレーションしていきます。さっき余ったグラサージュにこうやってつけて、こんな感じかな。ほっ、めっちゃいい感じ。そしたらさっきと同じように文字を書いていきます。ビッグじゃなくてスモールって書こうかなとも思ったんだけど、やっぱり同じ見た目にしたかったのでやめました。終わった。
な感じでできました。小動物用のビッグドーナツです。これイギリスのハロッズで買ったミニチュアのお皿なんだけど、これにね、乗っけようかなって思って。こんな感じ？可愛くない？普通に。あ、ミニチュアだ。あ、なんかミニチュアのお菓子作りとかやってみたいな。そしたらね、マカロンをデコレーションしていきます。今回本当に形悪いな。なんかピエもね、こうやって斜めったりしてね。あとすごい形が悪いの。これとか特に悪い。ほら。なんかこんなに形が悪くなったの結構初めてなんだけど。しかもピエもすっごい汚い。なんで？本当になんで？今日はキャンディーアイスっぽく。こうやって乗っけて、これを挟みます。よいしょ。よし、こんな感じでできました。どうかな？今日はなんか、全然うまくいかない日だな。こういう日もあるよね。よいしょ。デザインは可愛いと思うんだけどね。でも本当になんで今回失敗しちゃったのかあんまり分かってないんだよね。前回のトリコロールマカロンから変わった点といえば、重ねて絞ったのとちょっと大きめの形にしただけだし、ひび割れしたりピエが出てこないとかは以前もよくあったんだけど、形が円形じゃなくなるってことは今までなかったから、ちょっと何が原因かあんま分かってないんだよね。こんな感じでマカロンができました。イエーイ！今回はいろいろ失敗が多かったな。でもね、この肉球の部分でひび割れしたりとか、そういう最悪の失敗が起きなかったのは不幸中の幸いですね。なんかね、綺麗なとこもこんな感じであるんだけど、マカロンは本当に難しいね。よし。ということで次行きましょう。そしたらね、ドーナツの方をデコレーションしていきます。極力チョコレートは余らしたくないから、もうこのぴったり入るサイズでね、やっていきます。なんか線が残っちゃうなんで、こう消していきます。次はホワイトチョコを着色してグレーにしてきたので、これでやっていきます。よいしょ。やっぱりなんかチョコレートの質感があんまり良くなくて汚くなっちゃうから、ドーナツを焼いたシリコン型にこうやってチョコレートを敷いて、そこにドーナツをはめてコーティングしてみることにしました。チョコレートの扱いってやっぱほんと難しいよね。ちょっとこれでやってみる。ちょっとグレー冷やしてたんだけど、もう2つもね、一緒に冷やそうと思ってやってきました。ということで剥がしていきましょう。これだけさっきね、ちょっと、剥がそうとしたんだけど、冷え切ってなくて、もう一回二度濡れしてきたんだよね。ちょっと二度濡れしたから汚いけど、でもね、さっきより全然いい感じな気がする。はい。こんな感じです。で、ここからね、服を下半分に着せていきます。下半分だけ綺麗にチョココーティングしたいんだけど、いいやり方をパッて思いつかなくて、とりあえずチョコを塗って境界部分にクッキングシートを乗せてやってみることにしました。いきます。意味ないかなこれ。どうしよう。ちょっと一回これだけやってみようかな。こうね。冷やしてきます。よし、冷やしてきました。ほい。全然ダメ。全然ダメです。ちょっと包丁で削ってきた。ネックのドーナツはちょっとやり方を変えてみることにしました。ちなみにこの網のやつはいつもとんかつを乗せてるやつです。さっきのキャラクタードーナツのチョコが固まるのを待ってるうちに、ココアのドーナツの方もデコレーションしていきます。中くらいのサイズのビッグドーナツはこれで作っちゃいます。グラサージュが余ってるからこれ使っていこう。
は余ってるいちごチョコでコーティングして別のデザインにしちゃいます。とりあえずサブドーナツがこんな感じで完成しました。そしたらキャラクタードーナツの方も仕上げていきます。この時点でね結構理想からは程遠い感じになっちゃってるんだけど、なんとか頑張って仕上げていきます。本当はもっと細かくデコレーションしたかったんだけど、タイムリミットが近づいてきてしまってちょっと急ぎ目なの。今回思ってた以上に時間かかっちゃったんだよね。焼きドーナツはこんな感じで完成にしようと思います。イエーイ。ちょっと、すいません。なんかちょっと下手だね、今回。キャラクターのやつメインにしたかったのに、出来が本当に良くないからさ、もうこっちメインの方がいいかもしれない。チョコレートの扱い苦手かもしれない。本当に難しい。色合いとか全体的には可愛いかなって思うんだけど。修行が必要ですね。で、あとこのクッキーのアイシングだけなんだけど、ちょっとね、時間がもうないので、こっちは後日アイシングして、アイシングしなかったら自分のおやつにしてっていう感じで、クッキーはこれだけで一旦完成にしようと思います。じゃーん。こんな感じで今日もとりあえずは全部のスイーツが完成しました。お疲れ様です。なんか全体の色合いが偏ってて、そこはちょっと直した方がいいかなって思った。やっぱりこのマカロンをちょっと赤っぽい色にしたらね、もっと全体のバランスが良かったかなって思います。これは小動物用のドーナツです。これがイチゴで、イチゴよりちっちゃいっていうね。今度ミニサイズのスイーツたくさん作りたいな。可愛すぎる。で、これが普通サイズ。で、これが一番でかいサイズ。今日もすごい楽しかったんだけど、ちょっとうまくいかない日だったな。理想通りにはならなかった。ちょっと早めに第2弾をやりたいな。ということで私は片付けをして今日は終わろうかなって思います。じゃあまたねー。作ったスイーツはお友達とみんなでいただきました。最初にケーキから食べたんだけど、みんなこのビッグドーナツのサイズにびっくりしてたのと、ケーキの味もねすごい美味しいってみんな喜んでくれたので、私としては大満足です。今回のお菓子作りで私はチョコレートの扱いが結構苦手だということに改めて気づいたので、来年のバレンタインまでにちょっとずつ修行していこうかなと思います。まだまだ学ぶことがたくさんあるね。次はどんなスイーツを作ろうかな。ということで今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね。バイバイ。